薪作りのためにチェーンソーを使っています。チェーンソーの危険性をね知っていただきたいなと思ったので、このキックバックに関する動画を作りまして、本当にありがたいことにもう100万回以上再生されています。本当にたくさんの方にご覧いただいているんですが、この動画ではですね、主にチェーンソーの先端に物が当たった時に起こるキックバックについて紹介しています。ところがですね、チェーンソーのキックバックっていうのは上に跳ね上がるだけじゃなくて、足元の方へ飛んでくるというですね、非常に恐ろしいキックバックがあります。今回はこの足元に飛んでくるキックバック、これについてご説明したいと思います。私が倒木を処理している映像をご覧いただいてますが、こんな風にね、チェーンソーが挟まるってことがたまにあるんですね。これは本来ならちゃんとね予測して挟まらないような切り方をしないといけないんですが、なかなか予測しづらい場合もあるんですね。足元に飛んでくるキックバックは木の動き方の予想を間違った時に起こることがあります。そしてそれはですね、チェーンソーの上の部分、この部分が一瞬挟まれた時に起こります。チェーンソーの上の部分が固定されてしまうと、作業者の方に押し戻されるような力が働きます。これが足元に飛んでくる力になるわけですが、ではチェーンソーの上の部分が挟まれる場合を考えてみましょう。まず一般的にはこういうことがね一番考えられますね。木の両端が支持されていて、その中心付近を切る場合ですね。上から切っていってしまうと、木の上半分には圧縮力がかかっていますから、切っている途中で必ず挟まれることになります。でもまだこの部分が切れていませんので、足元に飛んでくるなんてことはなくて、チェーンソーが挟まって取れなくなって困るっていう、それだけなんですね。経験されている方も多いと思います。ではチェーンソーの上の部分が挟まってなおかつ足元に飛んでくるっていうのはどういうことなんでしょうか。例えばこういうことが考えられます。切り進めていった最後の瞬間、切り終わりに木が動いて一瞬だけチェーンソーが挟まれて足元に飛んでくる、こういうことがあるんですね。木がどういう動きをするのか予測を間違うことがあります。例えばこういう場合、普通に考えると肩持ちになっていて上から切っていってストンと落とすと特に問題なく切れそうですよね。でも実は作業者が見えないところに岩が一つあって、枝が一本こういう形でついていたとします。木を最後まで切っても岩と枝で支えられているのでチェーンソーは挟まりません。そして細い枝を最後に切った瞬間、木が動いてチェーンソーの上部が一瞬だけ挟まり足元に向かって飛んでくるということになります。最後切れたはずなのにおかしいなと押し付けてしまうと余計に足元に飛んでくるということになります。そんな珍しいケースはなかなかないんじゃないかと考える方もいらっしゃると思うんですが、木はしっかり観察しないと動き方を予想することができません。例えばこの場合、私が少し前に台風で倒れた木を処分した時の映像です。単純に考えれば木が倒れて両端支持の形になっているので、上に少し切り込みを入れて下から切っていけば、このような形でチェーンソーが挟まることもなく切ることができます。しかしながら今回はちょっと特別なケースで、ちゃんと見るとですね、倒れた木の先端が川に浸かっていて、川の流れによって木がすごくしなっています。なのでこの場合は下に少し切れ目を入れて上から切ります。切り進めると木は持ち上がっていきます。先端の方は跳ね上がろうとしますし、右半分の太い方は重さで落ちようとします。なのでこのようにですね少し挟まれるんですね。そして切り離すと先端は跳ね上がりました。木の動きを予想することが非常に大事だということがわかると思います。動かない木を切っている時にも足元に飛んでくるキックバックが起こることはありえます。木が混み合っているような状況で立ち木を抜刀しようとしている時ですね。誤ってチェーンソーの上の部分が隣の木に触れてしまい、
足元に向かって飛んでくると。膝をついて作業しているのでとっさには避けられないということもありますね。ファクトリー9。これは厚労省が出している統計資料なんですが、チェーンソーによる事故で下肢、足に怪我をすることが圧倒的に多いことがよくわかります。またこのような図をご覧になったことがある方もいらっしゃると思うんですが、左足の怪我が多いんですね。左足を一歩前に出して作業することが多いからだと思うんですが、足元に飛んでくるキックバックによる怪我もかなり含まれていると思います。このような怪我を防ぐためにもチェーンソー用のズボンやチャップス、安全靴が大切なのがよくわかります。もちろんその他の保護具もあると安心ですね。ファクトリー9。林業に従事されている方なんかはこういう危険なことがねありえるってことはよくご存知で、講習なんかもねしっかりと受けて作業されていると思うんですが、薪ストーブユーザーはね完全に素人の方が多いと思うんで、チェーンソーの先端に物が当たった時に跳ね上がるというキックバックはご存知でも、今回ご紹介したようなチェーンソーが足元に飛んでくるというキックバックはご存知ない方がね結構多いんじゃないかなと思います。やっぱり知識だけでもですね、こういうことがありうるんだなってことはですね、頭の片隅にでもね置いておいた方がいいと思うんですね。ファクトリー9。ではどうすれば足元に飛んでくるキックバックを防げるのか。まず1番目に木の動きを予想して切る。これは経験もね結構関係してくることなんで、木の動きを予想するっていうのはね結構難しいことなんですね。なので自信がない場合はね、平らなところに移動させてから切るとか、動かせないような大きい木の場合は切っても問題なさそうな部分から切っていって少しずつ小さくしていくっていうことですかね。そういう切り方をするといいと思います。第2にチェーンソーズボンやチャップスなどを着用する。どれだけ注意して作業していてもですね、キックバックっていうのは予期せず起こります。私はチェーンソーを10年以上使っていますが、怪我をしたり体に当たるようなキックバックはまだ経験したことはありません。でも力で持ちこたえられるぐらいのねキックバックはたまにありますね。なのでこれから先怪我をするようなキックバックも必ず経験するだろうなと思ってるんで、特に安全靴とチャップスは必ず着用しています。ファクトリー9。チェーンソーはね本当に便利な道具なんで、例えばこれを使っちゃいけないってことになると他に薪を切る道具はもうないと思うんですよね。薪は1年間に2トンぐらい使えますからね。2トンの薪を手作業で切るなんてね考えられませんよね。薪ストーブ生活を続けるためにもですね、チェーンソーが跳ね上がるキックバックと足元に飛んでくるキックバック、この両方にね気をつけてチェーンソーをずっと長く使っていきたいと思っています。今回の動画参考になりましたでしょうか。気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。